稲坂の村を歩く。鹿児島県は奄美群島の沖永良部島を歩いています。前回に引き続き、今回は島の南西部にあたる知賀町を歩いていきます。沖永良部島南部のですね、知賀町瀬里角というところに来ています。ここはジョッキヌホという場所。ジョッキっていうのは瀬里角のこと、ヌホっていうのは水場です。命の水場。地中川が湧いてきてるんですけど、ここにね、今地元の赤ちゃんを連れたご夫婦と、それからおじいちゃんがやってきて、この水にね、赤ちゃんを浸からしてました。命の水に浸からせて元気な子に育ってほしい、そういうことでしょう。やっぱり四方八方からここに降りてこれるようになってます。それではね、この水のね、流れてくる上流の方行ってみましょうね。このトンネルを越えて行ってみましょう。これ下ね、流れてるんでしょうね。井戸みたいなのが2箇所あって、神かね、水神様で、ここによいしょここからが地中川だ。まさに地中川でね、こう上げてくるとこうです。上に家が建ってますからね。ここから集落に歩いてみましょう。まず上から行くかな。出ましたね、金属トタン屋根。やはり絶妙な位置にあるんだな。
おお、いい感じだ。こっから川が顔出してますね。幹線道路を越えたね、反対側行ってみましょうか。ちょうど路線バスが来ました。石垣、古いですかね。このね、ぽっかり空いてるところがヌ方なんですよ。川はこちらの方にあるはず。あるはずって地中川ですけどね。さっき上に建物がありますなんて言っちゃったけど、ここね、消防車がね、止まってて、セリカク分断消防車庫って書いてあるから、消防が持ってる建物ですね、これ。そうじゃないかな。でも、消防団だから地元かな。ね、で、この下に、さっきのね、水神様がいるということです。これがね、水神様でしょ。だからここからが地中川なんですよね。まさにこの丘の下を流れている。消防団がそこにあるってことは、その水を使って火事の時は火消しをするということなのでしょうね。集落のね、建物としては、このおなじみの入母屋あるいは寄せ棟の金属武器、鉄板武器っていうところぐらいしかね、語れないんですよ。やっぱり水場をこう中心に集落が形成され発展されてきたってことはお伝えできたんじゃないかなと思います。知名町の中心市街地にやってきました。ここがでね、まっすぐ行くと和泊の方ですね。旧道沿いには商店街があります。で、例の飲み屋街、それがね、こっちの方にありそうなんですよね。Google マップでスナックって検索するとこの辺りに集中してます。街全体で行くと一番北東側ってことになるのかな。この道なんだよな。この辺りなんだよな。あるある。これだ。あるある。いずこも一緒ですな。うん、いいですね。突き当たりにある入母屋屋根の2階屋がいいじゃないですか。あ、こっから左に繋がってんだ。これだ。完璧ですね。ナイトラウンジパーティーとかね。カラフルカラフル。スナックギブ。若大将で海に出ました。ここにね、ストリートビューで見るとゲートがあったんですよ。取っちゃってる。これがゲートの支柱だわ。これゲートの支柱。あったらよかったのにな。はい、住吉集落に来ました。
ここにね、9本柱の高倉っていうのがあるんですよ。この高床式倉庫ですけどね、南国から伝搬してきたという、黒潮で伝搬してきたと言われているものなんですけど、琉球、それから奄美見られましてね、実はその黒潮沿いにね、八丈島にも見られるんですよね。でこの沖永良部島にある文化財の建造物ってね、あまりなくてね、これぐらいしかないんですよね。農作物をネズミから守るということで、中東のところに金属が巻いてあります。そんでここにですね、また蔵壕があります。地中の川、この住吉地区の水源ですね。なんだこの小屋は。水道環境課って書いてある。この水源っていうのは水道環境課、水道関係の行政セクションが管理してるってことですよね。さあ見えてきました。これが蔵壕か。例によって向こうからもこっちからもあっちからも、降りてこられるようになっているこの水源蔵壕。これ登ってってみようか、まずね。そっかそっか、こっちの集落に出た。こういう感じで降りていくんだ。ここをね、桶で水を汲んで一生懸命に運んだんですよ、地上まで。大変ですよね。写真見るとね、女の人たちがそれをやってましたね。さあ入ってくよ。はい、これです。ひんやりしてきた。滑んねえかな。よいしょ。このなんかコンクリートの建物っていうか壁は何なんだ。よいしょ。これ降りていきました。ここにね、配管がしてあるんだけど、よいしょ、水がね、ギャンギャン漏れてるんですよ。なんだこのタンクかな。川はね、下に流れてるからね、上から流れてくるわけじゃない。なんか階段に水がじゃんじゃん流れてんのよ。何？めちゃめちゃ。川だ。どう流れてんの？見えないけど、
左の方でザーッと行ってるからね、そこで落ちてってんのかな。右から左へ、あるいはどっちかな。これ今来た時、そっか、左が海の方か。だから右から左に流れてるのかな。おお、冷たい。でね、そこにね、タンクみたいなものが作られてる。コンクリートで。で、配管がしてあって、今ずっとね、穴の上まで行ってるんですよ。で、途中にね、タンクがあるから、ここから組み上げてんだな。だけど、それがね、わかるかな、見えるかな。じゃん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 流れてるんだよ、水が。階段を。多分そこのタンクに溜めてんだけど、溢れてんじゃないのかな。このタンクに溜めて溢れてんじゃないかな。はい、この倉郷集落とこの水の関係がね、面白いな。この与野主の墓っていうのはですね、琉球石灰岩の岩盤に横穴を掘り込んで遺骨を収める部屋を設けて、前方には削り出された岩肌と石積みを巡らした庭、これが築かれていると。で、このような墓は奄美沖縄地域では掘り込み墓という種類に分類されて、同地域では様々なタイプの掘り込み墓を見ることができますと。ここ沖永良部寺ではこのような墓をトゥールあるいはトゥール墓と呼ぶそうです。で、この墓は奄美群島随一の規模を誇りますということです。ところの囲いのところはね、削り出された岩肌ですよね。もちろんこうずっと削り出された岩肌。こっちもそうですね。この前庭と分けるこの石塀は積み上げてるということか。でもその左側のね、向かって左側のところも真ん中あたりまでは岩肌が見えてますね。で、ずっとね、この辺からこう斜めにね、この辺からずっと斜めに岩肌が見えてるから。おお、宗家の墓。すごいですね。お邪魔します。はあ。コモドリーネですね。カルスト地形の窪地。おお、さーっといってるな。音が聞こえてくるぞ。すごい低いところにね、川があって滝がある。素晴らしいですね。川が妙なとこ流れてるから面白いですね。完全なるドリーネ地形ですね。ここにあるのかな。水がたまる、すなわち鍾乳洞があるという。中府洞穴。あった。ありました。
れた。おお、水の音がする。真っ暗で何にも見えない。おっかない、怖い。畑の中に穴が開いてて、その下が鍾乳洞になって川が流れてんだ。なんか海と空が一体化して、もう陸地がね浮いてるように見える。宇坂の村を歩く沖永良部島、いかがだったですか？北部からね南部にかけて歩いてきました。面白かったのはやはりこの水との関係ですね。水場に集落が形成されてこう発展してきて、でその水っていうのはどこにあるかっていうと、地の底にある、地中にあるっていうところですよね。それがですねカルスト地形の島、沖永良部島の特徴である、最大の特徴であるということだと思います。ではまたどっかの宇坂の村でお会いしましょう。さよなら。There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.